いやー CCZ エメラルドとコーヒービーンは強敵でしたね。イヤホンレビュー。お前曲がりなりにもオーディオマニアなのに、高級機より3000円のイヤホンの時の方が生き生きしてるよな。そんなわけで、最近は自分でも自分が低価格レビュアーであるかどうか不安になりつつあったんだが、今回も、中国からやってきた低価格のイヤホンの話をしていこう。さて、今回紹介するのは、新規メーカー、CCZ4 代目のイヤホンにして、前回紹介した、CCZ エメラルドの兄弟分。CCZ メロディチンゲだ。おいなんか今4つべの広告収益取られそうな発言が聞こえたぞ。いやいや、落ち着け落ち着け。このイヤホン、本当にそういう名前なんだからしょうがない。コーヒービーンはコーヒー豆。エメラルドは翡翠。それと同じように、メロディには中国語で清らかな歌を意味する聖歌の名称が与えられていて、それをカタカナで読むと、まあ、こういう表記による事故はよくあるもんだ。日本市場への配慮をアピールするために、このモデルからキャッチコピーが日本語で書かれるようになって判明してしまった不具合。音には関係ないのでいじるのはこの辺りにして、外装から詳しく見ていこうか。メロディは、CCZ が立て続けに発売した4台のイヤホンのうち、3台目。このうち第1弾のプルーム羽は、後に登場した3台とは直接的な関係はない、フラグシップモデルで、その後の3連発は、一部の部品やドライバーを共有した、技術的に持ちを分けた兄弟分となる。低価格イヤホン好きは、このうち後の味付けを変えたつながりのあるモデルとかに、喜びを感じるし、ハイエンドイヤホン、あるいは原音追求者はハイエンドのプルームに魅力を感じるだろう。低価格好きとしては、うまいラインナップだと思う。今回紹介するメロディは、エメラルド、コーヒービーンに続く、3代目の低価格機。1代目のコーヒービーンは、1ダイナミックドライバ構成。そのドライバの面白さを極端に引き出した、やたら圧縮された音空間と、やたら濃厚な低音域、そしてそれに負けない高中音域だがソリッドではない。爽やかマッチョがトライアングル持ちながら抱きしめてくるような独特なイヤホンだった。いや、これが不思議と聞くとしっくりくるんだよ。続くエメラルドは、ここに1バランスドアーマチュアを追加した、ハイブリッドタイプ。国内モデルはこの構成にするとぐんと値段が上がるので、コスパ的にも魅力的。ただ、エメラルドはこのバランスドアーマチュアをバランス取りのために使った、調教されたコーヒービーンのような存在だ。コーヒービーンの雰囲気を持ちつつ、空間表現や高音のまとまり、描写力が上がっていて、コーヒービーンがやんちゃすぎる、と思った人にはエメラルドが良いだろう。で、今回紹介する、メロディー。これは、エメラルドとほぼ同一の仕様を持つ、1バランスドアーマチュア1ダイナミックドライバ仕様のハイブリッド型。実際、ハウジング形状は3機種共通で、フェイスプレートにデザインで差別化していること。それから、各モデルの色を被らせないようにしていることくらいしか違いを見出せるポイントはないんだが、ドライバもほぼ同じで、特にエメラルドとはチューニングが違うだけのモデルとなる。清らか、という漢字が入っている名前の通りに、高音域がシャープなものになっているかと思ったんだが、これはエメラルドの味変と考えない方がいい。コーヒービーンの暴れっぷりに火に油を注いだ暴走機関車だ。落ち着け落ち着け。先に外装周りから見ていこう。構造は、樹脂製のハウジング。金属製の別ノズル。中華イヤホンは、この金属製のノズルの中にバランスドアーマチュアを格納して、より耳に近い空間で高音を鳴らしてダイレクト感を高める構造のものが多いんだが、CCZ のイヤホンは本体内部、ダイナミックドライバの側面にバランスドアーマチュアを配置する設計となっている。ここら辺が、KZ とは別の設計系統を持つことを感じさせるな。ダイナミックドライバも、KZ や TRN その他の低価格モデルで見かけるものとは異なる。分厚くて、低音を増強する、二重磁気構造のように見えるんだが、分厚い金軸の部分はカバーで、内部のダイナミックドライバは一般的な厚みだ。2ピン端子は、QBC 以外ほぼ刺さる、TFZ タイプ。個人的には中華イヤホンで派遣を取ってほしいタイプの端子で、構造、堅牢さ、汎用性で優れるぞ。CIEM2 ピン、中華2ピン、そしてもちろん TFZ2 ピンに対応できる。付属ケーブルは無酸素銅だが、変色や日光に強い黒皮膜。ガンガン外で使うことも視野に入れたタイプだ。CCZ 製のイヤホンには、専用のイヤピが付属する。反発力、形状ともに良好で、初期イヤピで問題なく密閉が取れるぞ。遮音性とかは平均的。樹脂製のイヤホンなら、これくらいだよなぁ、とイメージした程度。このタイプのシェルで目を引くのが、耳の段差に引っかかるウィング部分がシリコン製なこと。耳が浅い人には接触してしまい、何かと敵視されがちな出っ張り部分だが、シリコン製なので痛みを生じにくく、また浅いので気にしない人には接触しない程度。耳が浅くてイヤホンがよく脱落してしまう人には、ちょうどいい突っかかりになる。
というわけで、外装はよくまとまっている。コーヒービーンから引き継いだ、取り回しの良いシェルだ。そうそう、それから、音が違うモデルということで、一番簡単なのはフィルターを変えることで、高音域、中音域、低音域のバランスをいじることなんだが、本気と兄弟機、エメラルドのフィルターの違いは目視ではわからない程度、おそらく、ドライバレベルか、ネットワークレベルで音を変えていると思われる。確かに、フィルターちょっと変えただけでは説明がつかないレベルの暴れっぷりだ。というわけで外装に関してはこんな感じ。ここからはみんなが楽しみにしている、音色についてだ。エメラルドと完全に同じ構造を持つメロディーだが、この2台は、どちらも、やべえイヤホン、やりたい放題イヤホンのコーヒービーンにバランスドアーマチュアを追加したもの、と言える。エメラルドは、バランスドアーマチュアをサポートに使い、ダイナミックドライバーを落ち着かせるモデル。それに対して、メロディーは、ダイナミックドライバーという猛獣の売りにバランスドアーマチュアという猛獣を放っただけだ。個人個人のスタンドプレイが色々あっていい感じになってるだけなんだよ。とはいえ、しっかりと頭のいい一言エンジニアさんがちゃんと設計しているイヤホン。また、本当に猛獣の売りに猛獣を放っただけの、5年前のハイブリッドからは技術的にも進歩している。この言い方だと、高音と低音が完全に分離していた、KZZST の初期ロットみたいに捉えられかねないが、コックピットベアンにきちんと計算されつつ一切躊躇しない高音域をぶち込んだものがメロディだ。この価格帯で、ピックアップしたい低音モデルはいくつかあって、重厚なサブベースを持つ、KZZSN Pro X、濃厚で、表現力の高いナイス HCKDB3、そしてコクテやたら近いのに爽やかなコーヒービーン、という印象。この3機種の中で、EDM などに向いているのは、高音域がハキハキとしていて、サブベースも強力な ZSN プロクがいの一番に上がってくるんだが、それと同じ高音域の鋭さと、コーヒービーンの低音を合わせ持ちつつ、ボーカルなどもある程度できるのが、このメロディだ。とにかく一度音色を分解してみよう。高音域は、バランスドアーマチュアらしい感触に染まっていて、金属、ギターの振動の鋭さ、そういった目の覚める表現で CCZ 低価格3機種では群を抜く、コーヒービーンに鮮烈な高音域を求めていた人にはまさにこれだ。ちょっと過剰なくらいに感じるくらいのパワフルな鳴り方ではあるんだが、割や刺さりはない。そこはしっかりと作られている。中音域。バランスドアーマチュアの影響はここにも出ていて、ハキハキと気持ちよいボーカルが出てくる。刺さりなども高音域から覚悟してたほどじゃない。もちろんあれはない。コーヒービーンの雰囲気に、ピリッとした感触感やソリッドさを加味した音色だ。そして、問題の低音域、相変わらずパワフルかつ近い。それでいて潰れてない。サブベースよりも、ベースを重視した鳴り方で、気持ちよく感じる音域の取捨選択が結構はっきりしているイヤホンだとわかる。この部分は完全にコーヒービーン譲りの魅力を引き出していて、エメラルドと比べても低音域もよりパワフルに出てると感じるな。コーヒービーンを聞いて、より落ち着いた音色が欲しければエメラルド、さらに元気になってほしいなら、メロディだと思う。音空間に関しては、バランスドアーマチュアのおかげである程度広がりを感じるようになったが、それでも低音域は相変わらず息のかかる距離、コーヒービーンを抱きしめながらトライアングル鳴らしてくるマッチョ、と表現したが、今度の空間に対するイメージとしては、膝枕してくるマッチョと分業制で後ろに3人くらいトライアングル鳴らしてくるマッチョが追加された感じだ。異空間じゃねえかそんなの。5本。というわけで、この手のパワフルなイヤホンは、結構好みで収集しているんだが、コーヒービーン、エメラルド、そしてこのメロディに採用されているダイナミックドライバーの調整は見事で、サブベース好きで、サブベースがないと禁断症状が出る自分に、その部分の成分が多くないのに、主力の低音本、として評価させる3台になった。加えて、フィルターではなく、チューニングでキャラクターを変えた、3台のモデル、というのも素晴らしい。いかに良いイヤホンでも、自分の性癖に本当に刺さるイヤホンの方が好ましいからな。さらに、3台全部うっかり買ってしまっても、1万円に大きく届かないところも最高だ。うっかり3台買うんじゃない。全部聞きたいから最初から3台買うタイプのラインナップだからな。その中でも、電子音楽好きはメロディを、生演奏で汎用的なものが欲しければ、コーヒービーンを、そして、さらにしっとりとした雰囲気を楽しみたい人に、メロディをおすすめする。どれもこれも、あなたの性癖をがっつり串刺しにしてくれるはずだ。音だけでなく、共通の外装周りの仕上がりも素晴らしいので、長い時間使っていけるイヤホンでもある。去年のモデルよりも進歩しているから、このモデルはよりおすすめ、というパターンはよくあるものの、コーヒービーンを発端とするこの3台は、時間が経っても引っ張り出すタイプのイヤホンになったんじゃないかな。その中でも、特に自分好みの音色を実現してくれたメロディに星5をつけて、今回のレビューは締めとしたいと思う。おすすめだぞ。と、
こんな感じだな。大雨洪水で日本全国大変な時に作った動画だが、そういう時だからこそこういう動画を見たい人がいると思うんだ。さすがにマッチョに膝枕されながらマッチョ3人にトライアングル鳴らされるとか言ってるレビューは、狂ってると思って近づかれないだけかもしれないが、といった感じで今回はここまで。次回は予定をいじくってなんとかねじ込んだ、KZZAS をようやく紹介するぞ。